皆さん、こんにちは。今日は AI デブオプス基盤を作ってみたら、設計は人間の仕事だと分かった話というタイトルで発表させていただきます。タイトルだけ見ると AI をうまく活用できた成功談のように聞こえてしまうかもしれませんが、実際はその反対で AI を使ったのに全部手戻りになってしまった話です。今日はこの5ヶ月間でやらかしてしまったことを全部お話しできればと思います。まず簡単に自己紹介をします。転職は看護師でした。2025年10月にラクスパートナーズに入社して IT 研修をスタートし、2026年1月からスカラーにアサインされ AI DevOps 基盤を作るインフラの担当になりました。IT 業界は完全未経験からのスタートです。研修3ヶ月で AI DevOps 基盤を作るインフラ担当という肩書きは最初かっこいいと思いましたし、AI をどんどん活用していこうという方針だったこともあり、AI があれば作れるだろうと正直かなり甘く見ていた部分もありました。実際にはわからないことだらけで、毎日何かしらに詰まりながら作業をしています。今日お話しするのは3つの失敗談です。1つ目は継ぎはぎのインフラについてです。目的を見失い、ツールを並べただけになってしまった失敗の話をします。2つ目は実際にスカラーの社長が書いた設計書を見た時の衝撃と自分の設計書の差に愕然とした話です。3つ目は AI との向き合い方について気づいたことをお話しします。まず私が何を作っていたのかについて説明します。ただこの説明は今だからできる話でもあります。当時の私はこれを全く理解できていませんでした。後で出てくるホワイトボードを見てからやっと理解したことを今からお話しします。AI DevOps の基盤とは何かというと、AI が自動生成する大量のコードを安全かつ自動で動かすためのプラットフォームです。構成要素を簡単に説明すると、コンテナと CI/CD 領域では EKS、GitLab CI、Argo CD、セキュリティと API 管理の領域では、ボルトと ESO、キークローク、コング、トランダクション管理には ScalaDB、そして AWS リソースとデータ分析の基盤では EMR と Scala Analytics といったツールを使っています。ここでの ESO では、ESO はボルトのシークレットを Kubernetes に自動で同期してくれるツールです。なぜ AWS のマネジメントサービスをそのまま使わないかというと、ベンターロックの回避と長期的なコスト削減が理由です。自前で組むのは大変ですが、その分勉強にもなっていると感じています。エピソードに入る前に一つ問いを立たせてください。AI はコードが書いてくれる。では人間は何をするのか。この問いに私なりに答えが出てきたのがこの5ヶ月間でした。3つの失敗談を通じて一緒に考えていただけたら嬉しいです。エピソード1のタイトルは継ぎはぎになったという話です。ロキを入れて、テンポを入れてできたのはバラバラのインフラでした。最初のタスクとして監視周りを担当してほしいと言われ、ロキやテンポといったオブザーバビリティのツールを調べることになりました。当時の私の開発フローはこうでした。ロキというログ管理ツールが便利そうと思って AI に聞いてデプロイ。テンポという追跡ツールもあるらしいと思って AI に聞いてデプロイ。次はこれもと繰り返していました。全体像が何もない状態でした。何のためのシステムなのか、どんなアプリが乗るのか、誰が使うのか、それを考えずに便利そうという理由だけでツールを積み上げていきました。テンプレートとして使うならまだしも、何でも揃ってみた方がいいというふうに思っていたのをその当時は覚えています。結果としてできたのはツールがたくさんあるというインフラでした。動いてはいる。でも何のためにあるのか自分でもよくわからない状態でした。そこへスカラーの社長さんからそもそもこれ何を目指して作っているシステムがか分かっているとおっしゃってきました。その時はうまく答えられなかったことを覚えています。その後、社長がホワイトボードにシステムの全体像を書いてくれたのですが、見た瞬間は聞いたことのない横文字だらけで全然わからないなというのが最初の所感でした。
実際のホワイトボードがこれです。AIDD によって大量にアプリが動かされるが頂点にあり、品質、ケイデンス、コストマネジメントの3本柱を担保するための様々なツールが並んでいました。私が作っていたのはこの図のロキと店舗だけでした。ちなみに AIDD は AI がコードを自動生成しながら開発を進めるというやり方のことです。当時の私はこの図を見ても書いている言葉の半分の意味もわかりませんでした。それぐらい全体像が見えておらず、IT の知識がまだ全く身についていない状態でした。なぜ全体像が見えていなかったのかを今振り返ると、2つの理由があったと思います。1つ目は具体的なイメージが欠如していたことです。そもそもサービスがどんな風に動いていて何が必要なのか、基本的な知識がありませんでした。どこを監視するのかも何も分かっていない状態でした。2つ目はタスクが他人事になっていたことです。言われた通りに監視ツールを入れることがゴールになっていて、設計の意図を汲み取れていませんでした。社長はプロジェクトの最初から AIDD で大量のアプリが動くプラットフォームを作るよと伝えてくれていました。伝わっていなかったのは私の方でした。ただ今思うと見えなかったのではなく、見る準備がまだできていなかったのだとも感じています。Git の使い方も Kubernetes もツールを触りながら同時に覚えていきました。IT ってこういう感じなんだ。ミーティングってこういうものなんだということも全部同時に知っていった時期でした。今やっとエンジニアの仕事ってこういうことかなくらいのところまで来れた気がしています。なので最初からホワイトボードの全体像を見せられても AIDD という言葉の意味すらわかりませんでした。失敗しながら触るうちに今やっと分かってきたというふうに感じています。ここから気づいたのは AI は How をたくさん知っているということです。ロキをどう Kubernetes にデプロイするかは完璧に教えてくれました。でもなぜロキを使うのか、このシステムに本当に必要なのか、その Why の部分は AI に判断できなかったです。Why を掴んでいないまま AI に聞いても返ってくるのは How だけです。Why を考えるのは自分でやらないといけなかったというのがこのエピソードの気づきでした。次は設計書って何という話です。先ほどの話で Why の部分が大事だと分かりました。ツールを並べるだけでなく、実際にどう作るのかの設計を書いていくことになったのですが、何から手をつければいいかも分からず、途方に暮れていました。そんな中、社長が AI DevOps 基盤の設計書を見せてくれました。設計書を初めて見た時の感想は、一言で言うと、細かい曖昧な部分が全くないという感じでした。私が設計書に持っていたイメージは、AWS のこのサービスとこのツールを使いますという構成図でした。ところが実際の設計書は各ツールの採用理由がびっしりと書かれており、数ドル単位のコスト試算があり、スポットインスタンスが落ちた時の挙動まで明記されていました。設計書をどう書けばいいのかわからなくて AI に聞いてみたこともありました。そしたら設計値だけ書けばいい、理由は不要と返ってきました。でも実際の設計書を見て理由こそが一番大切なのだと学びました。これは ADR という考え方で採用した理由だけでなく選ばなかった理由も書くものです。こうすることで長く生き続けるインフラになり、拡張もしやすくなると設計書を読んで初めて理解しました。また、理由を書こうとすることで、自分がなぜこれを選んだのか説明できないという事実に気づかされました。言語化できないということは理解できていないということでした。実際に自分が書こうとしていたものと設計書の差を具体的にお伝えします。技術選定の部分では、私が使うツールのは名前だけを並べようとしていました。ところが実際の設計書には採用したツールの理由だけでなく、選ばれなかったツールの理由まで書かれていました。例えば L4 ロードバランサーを選んだのは L7 ロードバランサーにすると、コングとの間で TLS の集団や HTTP の解析が2回発生してしまい、コストもレーテンシも増えてしまうからというように、選ばれなかった理由が選んだ理由の説明にもなっていました。
コストの部分について、私はなんとなくスポットインスタンスが安いから採用で済ませようとしていました。実際の設計書はスポットインスタンスを使うと、使うノードと使わないノードが明確に分けられていました。ボルトやキークロークが乗るシステムノードはオンデマンド固定。スポットで中断されたらシークレット取得が不相になって全スポットに影響するからという理由でした。アプリのノードは 100% スポットインスタンス。Kubernetes が自動再配置するし、CI を再実行すればいい使い捨ての環境だからという理由でした。なぜこのノードはスポットにしないかまで設計書に書かれていたことに驚きました。挙動の部分については、私は動けば OK と思っていました。設計書にはスポットが中断された時の自動で別のサーバーに移す仕組みまで全部書かれていました。壊れた時に何が起きるかまでが設計の範囲だったとは全く想像していませんでした。実際にテラフォームの設計書に挑戦した時の話もさせてください。最初に書いたのは命名規則はスネークケースにする、for each を使うといったルール集でした。レビューを出したところ、それは設計書ではなくコーディング規約だと指摘されました。では、設計書とは何から始めるべきだったのか。答えは要件の整理でした。機能要件として何を作るか、VPC、EKS、RDS など実際に構築するもののリストを定義する。非機能要件としてどんな品質を目指すか、RTO、RPO やコスト戦略といった品質の目標を定義する。この2つが決まって構成の判断基準が明確になりました。実際に要件を整理してみると判断基準も自然と出てきました。IAM は必要な権限のみに絞る。バージョン管理は1箇所に集約する。インバイロメンツテストとモジュール AWS のように環境を切り分けて将来マルチクラウド対応にも考慮する。こういった構造上の判断が要件から導き出せるようになりました。要件が決まればディレクトリ構造はおのずと決まる。順番が逆だったと気づきました。ここで気づいたのは設計書は Y の言語化をするものなんだということです。なぜこのツールを選んだのか、なぜこのノードはスポットにしないのか、なぜこの構造にするのか、その Y を書こうとしたとき初めて自分が理由を説明できないことに気づきました。また、ミーシー、漏れなくダブりなく、ロジカルに書くことを意識することで、読み手が読みやすい設計書になることも分かりました。言語化できていないということは、まだ自分のものになっていないということだったと思います。設計書を書こうとする行為自体が理解の確認になっていました。最後は、ランナーを EKS に置いたら設計の問題に気づいた話です。レビューで EKS を止めたら死んじゃいますよと言われました。状況を説明します。テスト環境を構築していて、VPC 内にボルトシークレット管理ツールがありました。CI のパイプラインからボルトにアクセスしたかったのですが、GitLab のシェアードランナーは VPC の外にいました。VPC の外からランナー中のボルトには届かないという問題が発生しました。AI に VPC 内のリソースを CI から触るにはと質問すると、セルフホストのランナーを E ケースに置けばいいですよという回答が返ってきました。公式ドキュメントにも手順があったので、これが正解だと思い実装を始めました。セキュリティも考えて、ランナーのトークンはポルト ESO Kubernetes シークレット経由で注入し、プリジバレットファルスでコンテナの特権昇格を防止し、ノードセレクターでシステムノードに専用配置するという構成にしました。レビューを出したところ、こんな指摘がありました。ランナーが落ちたら CI から復旧できなくなる。テラフォームアプライにセルフホストのタグをつけたことで、セルフホストランナーが停止した場合、CI からテラフォームアプライが一切実施できなくなる。ランナーを直すためにテラフォームアプライをしたいのに、そのためにはランナーが必要という循環参照の状態になっていました。鳥が先か卵が先かという状況です。ただ、問題はここだけではありませんでした。そもそもテスト環境は E ケースを止めたり壊して
いく運用にしていく予定だったのです。コスト削減のためにテスト環境は必要な時だけ E ケースを起動して、使わない時は止めたり消したりする設計でした。E ケースの中にランナーを置いていたら、E ケースを止めるたびにランナーも消えてしまいます。その都度手動でセットアップが必要になる。これは運用として成り立たないと気づきました。アーキテクチャの問題でした。結局、EC2 にランナーを移すことにしました。EC2 ランナーを VPC 内に置くことで、ボルトには VPC 内からアクセスできる E ケースがデストロイされてもランナーは生きている。ランナーと E ケースが独立しているので CI からも復旧できるという状況になりました。なぜこうなってしまったのかというと、2つの問題があったと思っています。1つ目は自分が依存関係を把握できていなかったということです。E ケースが止まったら、ランナーも死ぬ。ランナーがいないと CI から E ケースを復旧できない。この依存の連鎖を設計の段階で自分が見えていませんでした。何かを設計するとき、これが壊れたら何が死ぬか、何に依存してるか、先に考える必要があったんだと思っています。二つ目は、この依存関係を AI に渡せていなかったということです。私が AI に伝えたのは、VPC 内のリソースに CI から触るにはという質問だけでした。足りていなかったのは E ケースを止めたり壊したりしていく運用にするという前提でした。この二つはつながっていて、依存関係を把握できていないから言語化もできない。言語化をできていないから AI の質問も前提が入らない。結果として AI は How だけを見て答えを返してきたという流れだったと思っています。AI に伝えたコンテキストは毎回リセットされます。前回こう話したから分かっているはずとはならないのです。最初から E ケースを止めたり壊したりするという環境で VPC 内のボルトに CI から触るにはと聞いていたら E ケース内ではなく EC2 ランナーという答えが返ってきたと思います。おまけの話として EC2 にランナーを移行後、レビューで T3 マイクロでは容量が足りないかもと言われたのですが、今は動いているから大丈夫と思い後回しにしていたら動かなくなりました。テラフォームが重くて T3 マイクロでは処理が落ちるようになり、結局 T3 スモールに変更することになりました。レビューで指摘された時にすぐ直しておけばよかったなと思っています。3つの失敗と学びをまとめます。1つ目は継ぎはぎの失敗です。Y がないまま How だけ積み上げてしまいました。ここから得た気づきは AI は How しか答えられない。Y を決めるのは自分だということです。2つ目の設計書の失敗では理由を書かない設計を作ってしまいました。ここから得た気づきは設計書とは Y を言語化するものだということです。選ばれなかった理由まで書くことで初めて設計書になるということ。そして書こうとすることで自分の理解の甘さに気づけるということでした。3つ目のランナーの失敗では依存関係を把握できておらず、環境の Y も AI に伝えていなかったということでミスリードしてしまいました。ここから得た気づきは2つあります。まず何が止まったら何が死ぬか、このリソースがあるとどこに影響するのかという依存関係も設計書の前に把握すること、そして把握した前提を AI に渡すことも人間の仕事だということです。せっかくなので実際の構造を少し見てみます。さっきの実物がどうなっているのかという感じで見ていただけたら嬉しいです。まず全体の構造から見てみます。テラフォームの中に Environments とモジュールが分かれています。Environments の中にテストとステージングがあり、さらにその中にインフラと Kubernetes で分けています。なぜインフラと Kubernetes で Terraform のステートを分けたかというと、プロバイダーのスタッキング問題を解消するためです。一つのステートにまとめていると E ケースを削除した後に Helm や Kubernetes、ボルトのプロバイダーが初期化に失敗するという基地の問題があります。
E ケースが消えているのに、Kubernetes のプロバイダーが E ケースに接続しようとして失敗してしまうという状態になってしまいます。設計で回避するのではなく、そもそもインフラと Kubernetes のステートを分けることで構造レベルで解決しています。E ケースを消すときはインフラだけを触ればいい。Kubernetes のリソースは Kubernetes のステートで管理するという分離です。エピソード2で要件を整理したらディレクトリの構造がおのずと決まったという話をしましたが、これがその結果になります。次にモジュールの構成です。AWS と Azure、GCP、Kubernetes という構造でフォルダが分かれています。なぜこう分けたのかというと、Kubernetes のヘルムでインストールされる Argo CD や Cert Manager などは AWS に依存していないからです。E ケースの上で動いてはいますが、GKE に乗り換えても同じように動くものです。これを AWS の中に入れてしまうと、AWS のものとして管理されてしまいます。なので、モジュール AWS には VPC や EKS クラスター自体、AWS でないと動かないものだけを入れて、Kubernetes のリソースはモジュール Kubernetes に分けて、コード量を最小に、他のクラウドでも参照しやすいようにしています。ただ実はまだ完全ではなく、このファイルを見ていただくと、モジュール Kubernetes の中に AWS 固有の IAM ポリシーが書かれているファイルがあります。Kubernetes のモジュールのはずなのに、AWS 固有の IRSA というリソースが混ざっている状態です。デプロイしてみて初めて Kubernetes のリソースが IRSA に依存しているという関係に気づけたので、設計の段階で依存関係を把握できていなかったということです。ここはリファクタが必要な箇所として残っています。将来の選択肢を狭めないという考え方で分けたのですが、依存関係を先に把握してから設計しないと、こういう混入が起きてしまうのだと実感しています。次は、インフラがアプリの上で動くための仕組みを見てみます。これが基盤として作っている CI のテンプレートです。Job の中に、ビルドやデプロイ、ステージング、E2E テストやセキュリティなど、それぞれのジョブを作っています。このジョブをパイプラインの Microsoft YAML でインクルードすることで、セキュリティチェックからビルド、テスト、デプロイ、スラック通知まで全部動く状態になっています。発表の最初に AI が自動生成する大量のコードを安全に動かすプラットフォームという説明をしましたが、この安全にの部分で担っているのがこのテンプレートです。インフラを作るだけでなく、その上でアプリが動くための CI の仕組みもセットで作っていっています。これからアプリを載せていく段階なので、動作確認等しながら改良していく予定になっています。最後にスケジュールを見てみます。環境ごとに E ケースを平日の9時に自動起動し、21時に自動停止する設定になっています。EMR も22時に止まる設定です。E ケースも EMR も動かしっぱなしにするとコストがかかってしまうので、業務時間以外は自動で止めるようにしています。これもエピソード2の設計書の話とつながっていて、なぜスポットインスタンスを使うか、なぜこのノードはオンデマンドにするかという設計書に書いてあったコスト設計の一部です。設計書に Y を書いておいたから、こういう運用の工夫も一貫した判断ができているのだと思っています。冒頭でコードは AI が書いてくれる。では人間は何をするのかという問いを立てました。5ヶ月やってみて自分のなりの答えはこうです。AI はコードを書いてくれる。でもなぜ作るのか、何を作るのか、その Y を言語化するのは全部人間の仕事だった。AI は How をたくさん知っています。ただ前提が抜けると早く間違えます。設計はその加速に耐えられる正しい前提を言語化することなのかなと今は感じています。設計書に理由を書こうとして自分の理解の甘さに気づきました。構成図を書いてみて初めて全体像が見えました。
AI に丸投げせず自分の言葉にすることで、やっと自分のスキルになってきています。言語化は理解の近道だなと実感しています。禅のブログにも記事を書いていますので、詳しく見たい方はぜひご覧ください。また、少しでも興味を持ってくださいましたら、ぜひこの QR からコンパスや GitHub を覗いてみていただけるとありがたいです。ご清聴ありがとうございました。